私の名前はですね、ゴーダックのサイエンスコミュニケーターをしております、沢野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、カメラもう一つ皆さんこっち映ってますよね。これ、僕たちが来たゴーダックっていう施設の中なんですけども、誰がいるのかな？じゃあ、久米小学校の皆様、こんにちは。みんな挨拶できる？こんにちは。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ゴーダックの近くにある久米小学校の生徒の皆様も一緒にこのプログラムに参加させていただきたいと思います。ジャムステックは海と地球の研究所です。海や地球に関するいろんなことを研究しているんですけども、今ですね、いろんな研究しているんですけども、一つとても力を入れて研究を行っているテーマがあります。それが今から皆さんにお話しするこちらですね。海のプラスチックごみ問題です。僕が来た沖縄とですね、この万博会場の大阪の海がどうなっているのかっていうのをですね、ちょっと皆さんにご紹介したいんですけども、じゃあ、久米小学校の皆さん、なんか今日来る前にさ、地元の海に行ってなんかいろいろとゴミ見つけてきてくれたんでしょ？ねえ、はいどんなゴミが見つかったのかちょっとみんなに紹介してほしいんですけども、誰かちょっと手挙げてこんなゴミ見つかったよって教えてもらっていいですか？誰かなほいほい。ゴミ拾った人。はい、どんなゴミが見つかりましたか？教えて。教えて、カメラに向かって。はい、立っていいよ。お兄ちゃん立って。何これ？これは何でしょうか？これは、シミラル。大きい。これ何これ？が拾ったゴミは流れ着いた浮きです。浮き？これお魚とか捕まえるときに使う道具の浮きなんですね。このゴミはフジツボがついているので、県外から流れ着いたゴミだと分かりました。なるほど。プラスチックっていうのはですね、直接こう生き物が食べるっていうことももちろん大きな問題なんですけども、プラスチック製品っていうのはですね、作るときにいろんな化学薬品を加えています。お薬入ってるんですよ、実は。で、こういったですね、化学薬品が自然に流れ出た後にですね、例えば海の水に溶け出すとか、あるいは海に含まれているそういった化学物質をどんどんいっぱい吸着するとかっていう形で、生き物に化学物質を運ぶ運び屋みたいなこう働きをしてしまうっていうのも大きな問題になっています。実はですね、世界で結構プラスチックごみがいっぱいあるところっていうのはどこかっていうと日本なんですよ。皆さん洗濯機をイメージしてもらうと、洗濯機の中渦ができますよね。渦ができてその真ん中にゴミが集まる。それは何となく分かります？じゃあ海の中にも渦があるんですよ。じゃあ渦どこにあるんだっていうと、今ここで見えてるとこの四角の輪のあたりのところに渦があるの分かります？ここにもあるけど、そっちの方にも四角の方にも渦がある。そこに大きな渦があって、じゃあ渦があるってことはそこに、プラスチックっていうかゴミがいっぱい集まってるだろうと私たちは考えていったんですね。世界で一番深いところ、水深1万900メートルぐらいのところなんですけど、そこにももうプラスチックゴミっていうのはもう到達してますというのが分かってきてました。そういったデータを集めているのが、この、私たちのところ、深海デブリのデータベースというのがありますので、もしよかったらご覧いただければと思います。沖縄からですね、今日僕海の砂を持ってきたんです。海岸にある普通の砂ね。で、そういった海砂の中にもですね、実はマイクロプラスチックがですね、結構含まれてるんですよ。で、それをちょっとみんなでちょっとピンセットを使いながら観察してみようっていうワークショップ、今からですね、45分ぐらいまでになるので、10分ちょっとで皆さんと一緒に取り組んでみたいと思います。で、最終的にですね、砂の中にちっちゃいプラスチックいっぱい入ってるんよ。それを集めてこんなに入れて持って帰ってもらう、みんなに。で、これカバンとかにつけといてな、みんなに説明しないといけない。海にはマイクロプラスチックっていうこういったものがあるから、もうゴミとか捨てたらあかんってみんなに教えてあげてね、これ作ってね。
海が酸性化するとですね、いろんな生き物の生活を支えるようなこういった生き物が住みにくい環境になってしまう。それが非常にまずい状態なんですね。ちなみに我々ジャムステックの研究の一部なんですけども、ウキビシガイっていうね、海にプランクトンがいるよ。健康な時はお肌すべすべやねんけど、ちょっと酸性の環境で飼育するとですね、ちょっとお肌ガサガサになって、ちょっと調子が悪くなったりする。こういったことも実際に分かっているんですね。海の生き物を守りながら私たちは海の生き物を利用しなくちゃいけないわけなんですけど、そのためにはまず海を知る、今回あった海の酸性化もそうですし、あとは海の生き物を知るということがとっても大事になってきます。ですので、例えばさっき言ったデータベースというのは実は皆さんでも入れられるんですね。皆さんが海に行った時に、生き物を取りましたよっていうやつをデータベースに入れたいよって言ったときには気軽に私たちに声かけていただければ、何とでもしますので、ぜひぜひご協力をお願いします。沖縄の島っていうのはですね、サンゴからできてるんですよっていうお話させていただいたんですけども、実は沖縄の砂の中にはですね、ちっちゃな貝とかサンゴのかけらとかがいっぱい混じってるんです。でそういったものを自分でよく観察してですね、こういったものを見つけたよっていうものをこのパックして持って帰っていただくというワークショップです。5ミリ以下のちっちゃな破片なんですけども、そういったものはですね、砂に紛れたりすると一粒一粒より分けて回収することができない。要するに回収がほぼ不可能っていうこと、これがまず必点ですね。本当の深海ってどんなところなのか、ちょっとお父さんお母さんも多いんですけども、今日ちょっと子供と一緒に楽しみたいなと思ったんで、クイズ形式でですね、ちょっと深海のこともですね紹介していきたいと思うんで、皆さんちょっと童心に戻った気持ちで思いっきり手を挙げてくださいね。海って実は全部の 98%、 ほとんどが深海だわけ。すごいでしょ。みんな簡単に海行ってるけど、本当はほとんどみんな海って深海だわけよ。今ですね、どんどん海の中深く潜っていってます。どう変わってきた？どうなんか変化出てきた？潰れてる？どんな？小さくなってる。よいしょ。どうなった？ちっちゃくなっちゃったね。深海に行ったら周りからですね、水の力がギュッとかかってね、ちっちゃくなっちゃった。じゃあこれ浅いところ戻してあげるよ。よいしょ。そうするとちょっとだけ戻ったけど、もう小さいまんまですね。すごいね、水の力ってね。深海にはある意味残りかすみたいなものしか来ないんですよ。なので食べ物が少ない。なので深海の生き物っていろんな何かを食べるためにいろんな工夫をしています。次のスライドお願いします。例えばこれ海の中の雪みたいなマリンスノーを食べるとか泥を食べる。こっちの左側のもの、テズルモズルって書いてあるものはいっぱい髪の毛のようなものを、伸ばしてるんですけど、それって水の中に漂っている小さな粒を集めてるんですね。それを捕まえてそれを食べ物にしている。あと向こう側のやつ、今マイクス型ナマコなんですけど、深海のナマコってジャンプするんですよ結構。ひたすら泥を食べていて、で周りの泥がもう美味しくないよっていうか、もうあんまり栄養ないよと思ったらジャンプしていって他の場所に移ってまた食べるというようなことをやります。私たちのジャムステックは1971年に設立されましたけれども、その50数年の間にですね、海の中の非常に多くのデータを蓄積してきております。そういったことを研究の目的だけではなくて、学校教育現場で活用していこうということを始めたのがこの海洋スティームプロジェクトでございます。今日はジャムステック海洋スティーム教材を活用した実践、正解のない問いを学ぶ学びということでお話しさせていただきたいと思います。でなぜスティーム教育が必要かというと、これからの人生で子どもたちはさまざまな正解のない問いというものに出会っていきます。その中で赤文字のところですが、自分が納得できる答えを見出していくこと、
これが大切になるからなのです。教育事業のブランディングが未来を変える、社会的意義と世界観の重要性というところをお伝えできればなと思っております。なんでこの教育の仕事にですね、ブランディングが必要なのかっていうところです。子どもや保護者の方にですね、ここなら安心信頼できると思ってもらいやすくなると。また教育の考え方や大切にしていることがですね、ちゃんと伝わると共感をしてもらいやすくなるっていうところがあります。ジャムステックさんの海洋スチーム事業における可視化といったところで、どのようなビジュアルにしていくとこの、教育事業が魅力的に伝わっていくのかという点でやらせていただいたことをお話しさせていただければなというふうに思っております。見えることは伝わることというふうにまとめさせていただいております。はい、どんなにやはり思いや強み、それがどんなに良くてもですね、人に見えなければなかったことと同じになってしまいます。だからこそビジュアルアイデンティティ、ロゴであるとか色、フォント、写真であったり映像ですね、そういったもの一つ一つにこの海洋スチーム事業はどういったらしさがあるのか、そういったものを込めて目に見える形にしていく、ビジュアルにしていくといったところかなと思っております。それが今回でいうブランディングの可視化であり、信頼や共感、また選ばれる理由を作る第一歩とすることができるかなというふうに思っております。海っていうのは、今地球温暖化っていうものに対してですね、基本的に、地球温暖化を遅らせるように助けてくれています。で、どういうことかというと、一つはですね、熱を蓄えるという力、これが圧倒的に強いです。海っていうのは、海がどんどん CO2 吸収してくれるとお腹いっぱいになっちゃって、海がどんどん変になっちゃってるっていうのも事実で、酸性化とか、新酸素化とか、そういう海の脅威につながっていくわけです。学校での勉強で身につける基礎知識や問題解決能力っていうのは全ての基礎になるので、これをおろそかにすることはないんですけども、やっぱり一番は好奇心を大事にしてほしいということで、なるべく、私みたいな研究者みたいなの必ずいるので、話好きな人がそういう人捕まえてどう思ってるんですかみたいな話すると、結構いろんなことを教えてもらって、僕なんかも全然違う分野の人の話聞くの好きなんですけども、これを大事にしてほしいということと、参考までにキャリアパスまで書いちゃうと、基本的には研究者になりたいんだったら大学、できれば博士号まで取った方がいいです。研究者っていうのは基本的にサイエンスをやって、こんなことをしなきゃいけないっていう、デザインを考えなきゃいけない、大きなデザインを考えるんだったらやっぱ博士号の取得は今は必須ですね。ただ技術開発に関しては別に博士号とかいらないです。しっかりこういう技術を開発していくという、工学的な、話もありますね。あともちろんこういうパイロットとかになってきますと、飛行機運転するパイロットとか船運転する、キャプテンと一緒で、全然別軸の話になりますし、いろんな形で海と関わる仕事っていうのはあります。